英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使って英語力をアップしながら世界で一体何が起こっているのか、世界の真実は何なのか。なんと国連職員がテロ攻撃、10月7日にハマスがイスラエルを攻撃したテロ攻撃に加担をしていたという証言や証拠が出てきたというこのニュースを使いながら英語力、そして情報力アップしていきたいと思います。まず英語字幕ありでこの NHK ワールドニュースを見てニュースの概要、アウトライン捉えていきましょう。次に英語原稿を音読しながら日本人が苦手と言われている英語を話す練習をしながら難しい単語やニュースの詳細の意味理解していきたいと思います。3番目、字幕なしでもう一度同じ NHK ワールドニュースを見て英語のリスニングだけでしっかりと学習した単語表現、そして詳細内容を聞き取れるのかチェックしていきましょう。ここまでは NHK ワールドニュースからしっかりと英語を学習しながら情報を入手して、次4番目はその入手した情報、そして入手した情報から感じたことなど英語でスピーチをして相手に伝える、日本人が苦手と言われている英語のスピーチ力、マイクロソフト生成 AI を搭載したチャットを使いながら伸ばしていきたいと思います。どのように活用しているのかデモンストレーションもしますので参考にしてみてください。英研究家事チャンネル。英語学習に使えるな、情報も取れるなと思ったら迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを使いながら英語力と情報力アップしていきましょう。Let's get it started. さあそれではこの左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿を使いながら見ていきたいと思います。読まれているところにこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。原稿字幕がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は右側の原稿は無視いただいて、左側の NHK ワールドニュースだけ集中してみていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it.A United Nations aid agency operating in the Gaza Strip has come under scrutiny. U.S. media outlets say vehicles and facilities belonging to the organization may have been used during Hamas's attack on Israel. The UN Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East has opened an investigation into its own staff. This comes after allegations were made some employees were involved in the deadly attack on October 7th. The agency is reportedly acting on information provided by Israel. The U.S. news site Axios published a report on Friday. It quoted a senior Israeli official as saying the agency's staffers actively participated in the assault. The official also said the organization's vehicles and facilities were used. The individual told the publication a lot of the intelligence was obtained during interrogations of arrested Hamas militants. The US, the UK, Canada and 3 other countries responded to the allegations by announcing they will pause additional funding for the agency. They say the suspension will stay in place until necessary measures have been taken. Washington is the agency's largest donor. Meanwhile, Israel's forces are still carrying out attacks in the southern city of Han Yunis and elsewhere in the enclave. Health authorities in Gaza reported on Saturday 174 people had died in the previous 24 hours. They said the figure brought the overall death toll to 26,257. The UNRWA plays a crucial role in distributing aid and running shelters in the Strip. Concerns are growing. The latest developments could make the humanitarian situation there even worse.さあいかがだったでしょうか。字幕ありでこの NHK ワールドニュース見てみましたけれども、ニュースのアウトライン、概要捉えることできましたでしょうか。新しい中東問題に対して情報が出てきたということで、United Nations ね、国連機関、ガザ、パレスチナ人を支援する国連機関の一部職員がですね、去年の10月7日にハマスがイスラエルを、攻撃した。その攻撃、テロ攻撃ですね。加担をしていたという証言が出てきているということですよね。そしてそれに伴ってアメリカやイギリス、この国連機関、
ガザを支援する、パレスチナを支援する人たちをですね、支援するための寄付、そういうものを一時止めることになってしまっているということで、この煽りを受けるのはですね、一般の人たちになると思いますけども、このニュースを使いながら、しっかりと内容を把握して情報力アップ、そして英語、単語表現力を上げていきたいと思います。2番目、次はですね、今聞いた NHK ワールドキャスターの上手な英語を真似しながら、私たちも英語をしっかりと声に出して、英語を話す練習をしながら、スピーキング力アップ、そして英語を話しながら、難しい単語やニュースの詳細の意味、捉えていきたいと思います。ということで、声が出せる視聴者の方はですね、一緒に英語を話しながら、英語を話すことに慣れて、たくさん練習をしてですね、スピーキング力を上げていきたいと思います。右側に日本語訳もあるので、日本語訳も使いながらですね、しっかりと情報力、英語力アップしていきましょう。では、この色の変わっている部分、音読していきたいと思います。A United Nations aid agency operating in the Gaza Strip has come under scrutiny. U.S. media outlets say, We believe them facility belonging to the organization may have been used during Hamas attack on Israel. ということで、右側に、原稿出ていますけれども、ガザ地区でですね、中東ガザ地区で活動している国連援助機関、監視ですね、スクルーティニー、監視の対象になってしまったということで、アメリカメディア、この組織に属する施設がですね、イスラエルに対するハマス攻撃中に使用された可能性があるということです。それでは、ここですね、覚えておきたい単語表現。come under scrutiny ということで、監視の対象、scrutiny っていうとですね、しっかり調べるとかそういう意味がありますけれども、調査の対象になっているということですね。国連機関が今回調査の対象になってしまっているということです。それでは次見ていきましょう。ではこの部分ですね、しっかりと音読をしながら内容を見ていきたいと思います。The UN Relief and Workers Agency for Palestinian Refugees in the Near East has opened an investigation into its own staff. This comes after allegations were made some employees were involved in the deadly attack on October 7th. ということで、右側の原稿。国連、近東パレスチナ難民支援事業機関、職員に対する調査を開始した。なぜかというと、一部の職員、10月7日の、たくさん、人が亡くなっている攻撃に、この国連の職員、そして国連のものがですね、使われたという疑惑、そういうものが出てきているということです。それではここ覚えておきたい単語表現ですけれども、refugee というのは難民というんですね。覚えておきましょう。そして他ですけれども、allegations というのは疑いっていうんですね。疑惑とか疑いが allegation と言います。覚えておきましょう。ここに出して allegation ですね。どういう疑惑かというと、some employees were involved ということで、その国連職員、国連で働いていた人たちがですね、この10月7日のテロ攻撃ですね、襲撃に参加をしたり協力していたという情報が出てきているということです。さあでは次、ここ音読をしながら、スピーキング力アップ、情報力アップしていきましょう。The agency is reporting acting on information provided by Israel. The U.S. news site Axios published a report on Friday. It quoted a senior Israel official as saying the agency staffers actively participated in the assault. The official also said the organization's vehicles and facilities were used. ということで、じゃあどこからそんな情報が出てきているのかっていうとですね、イスラエルから提供された情報に基づいて行動している。そしてアメリカのニュースサイトのアクシオスが金曜日に報道を掲載したということですね。同時、イスラエルの高官発言として、この当局職員、国連職員らがこのイスラエル攻撃に積極的に参加をしていたと伝えていると。そして、この国連組織の車両とか施設がこの攻撃に使用されたということですね。そういうことを、アメリカのこのアクシオスというところ、そしてイスラエルの高官が伝えているということです。それではここ押さえておきたい単語表現ですけれども、どうでしょうか。この quote っていうのは引用するですね。it quoted 何々を引用しているということで、a senior Israel official as saying イスラエルの高官がこう言っていることをこの、Axios というニュースサイトは quote 引用してということですね。quote 覚えておきましょう。引用するという意味です。
そして、participate というのは参加するということで、participate in the assault。そのハマスからイスラエルの攻撃に participated。参加をしていた奴がいるんだ、スタッフがいるんだとこう報じているわけですね。さあ、では次見ていきましょう。ではここですね。しっかりと視聴者の皆さんも声に出しながら英語を話す練習をして日本人が苦手と言われているスピーキング力上げながら内容を見ていきましょう。The individual told the publication a lot of the intelligence was obtained during interrogations of arrested Hamas militants. The US, the UK, Canada, and 3 other countries have responded to the allegations by announcing they will pose additional funding for the agency. ということで、影響が大きく出ているということで、ここですね、日本語訳。この人物は同氏に対し多くの情報は逮捕されたハマス過激派の尋問中ですね、得られたものだということで、捕まってハマスの過激派の尋問中にそういうことを話しているということですね。そして、アメリカ、イギリス、カナダ、そして他の3カ国、こういう疑惑に対して、この国連への追加資金提供を停止すると発表したということで、すでに大きな影響が出始めているということですね。さあ、ではここ覚えておきたい単語表現ですけれども、インテリジェンスというですね、情報とか情報機関というですね。A lot of the intelligence was obtained. obtain は得るですから、たくさんのですね、機密情報なんかが obtained 得られているということです。いつ得られているのか during 何々の間ということで interrogations of arrested Hamas militants この逮捕されたハマスの過激派の interrogation 尋問ですね。interrogation 覚えておきましょう。尋問中にそういう、情報も出てきているということですね。そして allegation というのは疑い、疑惑ですね。allegation 覚えておきましょう。そして responded to 前後しましたけれども反応するということで、大きくですね、国連に寄付、資金援助をしているアメリカやイギリスやカナダ、そして他の3カ国ですね。早速反応して、そういうことがあるんだったら、国連への追加の資金援助をやめるということですね。そういうことを発表しているということです。では次、ここですね、音読してみましょう。They say the suspension will stay in place until necessary measures have been taken. Washington is the agency's largest donor. ということで、必要な措置が講じられるまで、この追加の資金援助が停止されるということですね。そしてワシントンが、アメリカがこの国連、パレスチナ人の人たちを支援する国連への最大の、寄付者である。出資者であるということですね。本当にガザの人たち、そしてパレスチナの人たち、国連のですね、援助というものの中で、生きていると言っても過言ではないですけれども、今回こういったことが出てきてですね、その支援が閉ざされてしまうということで、また、何の罪もないそのパレスチナの人たち、子供、お年寄り、女性、そして男性もですね、全員が被害を被ることになってしまうということになりそうです。それでは次、ここ、音読してみましょう。Meanwhile, Israel's forces are still carrying out attacks in the southern city of Khan Yunis and elsewhere in the enclave. Health authorities in Gaza reported on Saturday 174 people had died in the previous 24 hours. ということで、一方、イスラエル軍、依然としてガザ南部の都市、ハンユニス、そして飛び地の他の場所、攻撃を行っているということですね。ガザ地区の保健当局、土曜日に24時間で147人死亡したと発表しているということです。ここ押さえておきたい単語表現。carry out というのは実行するというですね。carry out attacks。イスラエル引き続き攻撃を行っている。in the enclave というのはですね。飛び地というですね。覚えておきましょう。発音が不安な時はですね、この Google 自動翻訳を使うとしっかりと in the enclave in the enclave、Google の発音をチェックしながら声に出してですね、日本語も出ますので、声に出しながらしっかりと新しい単語表現を覚えましょう。in the enclave in the enclave in the enclave で飛び地って言うんですね。飛び地なんかでも攻撃をしているということです。では次見ていきたいと思います。この部分ですね。
音読をしてスピーキング力上げていきましょう。They said the figure brought the overall death toll to 26,257. The UNRWA plays a crucial role in the distributing aid and the running shelter in the strip. Concerns are growing. The latest development could make the humanitarian situation there even worse. ということで、ここに日本語で出てますけども、依然としてイスラエル、ガザをですね、攻撃を続けているということで、今回の中東、戦争と言っていいかもしれませんけど、紛争が始まって死者数がもう26,000人を超えているということですね。そして今回調査の対象になっている国連機関ですね、ストリップ、このガザ地区での支援の配布、避難所の運営において重要な役割を果たしている。懸念が大きくなっているということで、ディベロップメントというのはですね、今回の話っていうですね、今回の疑惑によって現地の人道状況、国連への援助がですね、減ることによってさらに悪化する可能性があるということです。こんな、今はまだ証明はされていないですけども、報道が出てきてですね、真実は何かということがわかりませんけれども、国連を支援している主要国がですね、詳細がはっきりするまで援助をやめるということを、早速発表しているということです。それではここ押さえておきたい単語表現ですね。overall というのは全体でということですね。overall 覚えておきましょう。そして crucial role というのはですね、非常に重要な役割ということですね。crucial role 覚えておきましょう。crucial ですね。絶対必要なとかですね、とても大切な role というのは役割ですね。この国連機関がこの特にガザ地区での重要な役割を果たしている。distributing というのは配布する、配るということですね。支援を配ったりですね。shelter というのは避難用のテント、避難所ということですね。shelters。そしてこの the latest development。右側には開発という意味をありますけども、ここは文脈上ですね。the latest development。この最新の話題、こういう情報が出てきたことっていうことですね。The latest development。そのことが make humanitarian situation even worse。worse はさらに悪くするですから、ガザの、そしてパレスチナ人にとってのですね、humanitarian situation、人道状況を worse、さらに悪く make、する。この could は可能性ですね。可能性があるということです。さあでは、しっかりと英語、日本語の原稿を使いながら新しい単語表現、そして英語を学習しながらしっかりとですね、今どんなことが世界で、報じられているのか、どんな疑惑があるのか、一体何が起こっているのかということを中心にしっかりと情報力アップできたのではないでしょうか。それでは次は3番目。字幕なしでもう一度この NHK ワールドニュースを見て、今度は英語のリスニングだけで学習した単語表現覚えているのかどうか、聞き取れるのかどうか、そして詳細内容聞き取れるかどうかしっかりと集中しながら自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに慣らしながらどんどん英語力、情報力上げていきましょう。Let's try to understand every details of this NHK World News about report related to the United Nations agencies for Gaza and the Palestinians.But this time without English subtitles. Let's try to understand every details, only listening English. Let's try it. それでは字幕なしで見てみましょう。A United Nations aid agency operating in the Gaza Strip has come under scrutiny. U.S. media outlets say vehicles and facilities belonging to the organization may have been used during Hamas's attack on Israel.The UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East has opened an investigation into its own staff. This comes after allegations were made some employees were involved in the deadly attack on October 7th. The agency is reportedly acting on information provided by Israel.The U.S. news site Axios published a report on Friday. It quoted a senior Israeli official as saying the agency's staffers actively participated in the assault. The official also said the organization's vehicles and facilities were used. The individual told the publication a lot of the intelligence was obtained during interrogations of arrested Hamas militants.The
The US, the UK, Canada, and 3 other countries responded to the allegations by announcing they will pause additional funding for the agency. They say the suspension will stay in place until necessary measures have been taken. Washington is the agency's largest donor. Meanwhile, Israel's forces are still carrying out attacks in the southern city of Han Yunis and elsewhere in the enclave. Health authorities in Gaza reported on Saturday 174 people had died in the previous 24 hours. They said the figure brought the overall death toll to 26,257. The UNRWA plays a crucial role in distributing aid and running shelters in the Strip. Concerns are growing. The latest developments could make the humanitarian situation there even worse. さあいかがだったでしょうか。字幕なしでもう一度見てみましたけれども、しっかりと聞き取れましたでしょうか。聞き取れなかったなという方は動画前に戻って何度も英語を聞いてですね、自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音リズムに慣らしながらリスニング力アップ、単語表現力アップしていきましょう。さあここまではこの NHK ワールドニュースから英語を学習しながらしっかりと情報も得れたと思います。情報をインプットできたと思いますので、次は4番目。そのインプットした情報を英語を話しながらアウトプットするスピーチ練習、マイクロソフト生成 AI を搭載したチャットを使いながら練習していきたいと思います。日本人、英語を話すのが苦手と言われていますけれども、日本に住んでいると普通英語を話したり、英語で外国人とコミュニケーションしたりする必要性も、その機会もないと思います。使わない英語、話さない英語、話せるようにはなりませんので、どれだけですね、練習量を増やせるかということがポイントになると思います。そんな時にですね、今から紹介するこのチャットを使って練習すると、無料でいつでも好きな時に、まるで人間と会話しているような感じでたくさん英語を話す機会を得ることができますので、この練習を継続的に繰り返すことによって、どんどん日本人が苦手と言われているスピーチ力ですね、英語のスピーキング能力が上がっていくと思います。さあ、それではどんな風に練習しているのか、今からですね、デモンストレーションしていきたいと思います。使うのは今画面に映ったこのマイクロソフトですね、コーパイロットというチャットを使っていきたいと思います。2つ注意点があって、まず1つはですね、勝手に動き出しましたけども、まず1つは言語、英語にですね、日本語から変更するということですね。なぜかというと、英語で話しかけて英語でやり取りするので、このチャットの言語設定は日本語から英語に設定変更して使うようにしましょう。まずこれが1つ目ですね。そして2つ目ですけれども、このボタン、Use Microphone というボタンを押して英語で話しかけるですけれども、話している時にどうしても考えたりとかして、間が長くなってしまうと、スピーキングが終わったと、このチャットが認識して、リスニングが終わってしまいますので、Well とかですね、何かつなぎ言葉なんかを入れながら話す。間をできるだけなくすというふうに話すとスムーズに会話ができると思います。気をつけるのはこの2つだけで、あとはもうこれを押してですね、英語で、私の場合だと最新ニュースの情報なんかを元に話しますけれども、何でも返してくれます。例えば文化であったり、食べ物であったり、趣味であったり、歌手であったり、世界のエンターテインメントとかですね。生成 AI を搭載しているので、何でも返してくれます。楽しく英会話できると思いますので、ぜひ皆さんもやってみてください。それでは今から、どんな風に活用して、どんな風にですね、英会話をしているのか、デモンストレーションしたいと思いますので、ぜひ参考にして、いいなと思ったら皆さんもやってみてください。では、Let's try to improve speaking ability in English. Let's try it. では行ってみましょう。Hi Bing. Good morning. How are you doing today? I'm good.I'd like to share latest news I got from NHK Japan. And I am Japanese and I've tried to improve speaking ability in English. One of the main methods for this purpose is to try to speak out in English as much as possible because practice is crucial to improve everything.So I would like to share it by speaking in English with you. Is that okay?
こんな感じで話すと聞き取ってくれて、英語のスピーキング Good morning. I'm doing well. Thank you for asking. I'm glad to hear that you're doing well too. It's great that you're practicing your English speaking skills. Right. Speaking in English as much as possible is indeed a great way to improve your fluency. Here are some tips that might help you improve your English speaking skills. Expand your vocabulary. Learning new words every day is a good way to widen your vocabulary. You can commit to a suitable number of new words per day and try to use them in your daily conversations. Okay. Improve your pronunciation. You can practice your pronunciation by listening to native speakers and repeating after them. You can also use apps like Pronunciation Power to improve your pronunciation. Learn the natural flow of English. You can learn the natural flow of English by listening to native speakers and paying attention to how they speak. You can also practice speaking English with native speakers. Build English speaking confidence. You can build your confidence by practicing speaking English with others. You can also record yourself speaking and listen to the recording to identify areas that need improvement. Speech shadowing. This technique involves listening to a native speaker and repeating what they say immediately after they say it. This can help you improve your pronunciation, intonation, and rhythm. I hope these tips help you improve your English speaking skills. Keep practicing and don't be afraid to make mistakes. Remember, practice makes perfect. Right. Thank you very much for your comment and the valuable information and advice. I appreciate it. Yes, I think those points you mentioned is very important, but I think creating a confidence, making a confidence to speak in English is one of the very important things, especially for Japanese people. So practice and we have to use to speaking out in English. That is, I think, very important and crucial. Anyway, the news I got from NHK World News is about allegations that UN staffs working in Gaza area is involved in the attacks by Hamas to Israel on last October 7th. And it is very surprising for me. And even though the truth is not yet known, but investigations for this incident is now undergoing. So I got this news from NHK World News. I'm glad that you found my advice helpful. You're right. Building confidence is an important aspect of improving your English speaking skills. Speaking in English as much as possible can help you gain confidence and fluency. Right. Keep practicing and don't be afraid to make mistakes. Regarding the news you shared, I'm sorry to hear that you were surprised by it. However, I must clarify that I am a chatbot and I do not have any staff working in the Gaza area. I am not capable of being involved in any attacks. I am designed to provide helpful and informative responses to your queries. I suggest that you verify the source of the news and wait for the results of the ongoing investigation before drawing any conclusions. If you have any other questions or concerns, feel free to ask me. Thank you very much for your reply. I guess because of my incorrect pronunciation, maybe you misunderstood what I said. What I said is now investigation is going on for working staffs in United Nations, especially for supporting of Palestinians and the people living in Gaza areas. Do you know this latest news? And it is said that Israel government sources and other media from United States is reporting that some workers at United Nations office in Gaza are involved in attack which happened last October 7th by Hamas to Israel. So United States, United Kingdom, and Canada already decided to stop additional fund for United agencies support Palestinians and the people living in Gaza. So that is what I got from NHK World News.
I apologize for any confusion earlier. Thank you for clarifying the news you received. I understand that there are allegations that some workers at the United Nations office in Gaza were involved in the attack by Hamas on Israel on October 7, 2023. The United Nations Relief and Works Agency, UNRWA, has opened an investigation into several employees suspected of involvement in the attacks. The UNRWA Commissioner General, Philippe Lazzarini, has stated that any UNRWA employee who was involved in acts of terror would be held accountable, including through criminal prosecution. The US, UK, and Canada have decided to stop additional funding for UNRWA while the allegations are being addressed. I hope this information helps clarify the situation for you. If you have any other questions or concerns, feel free to ask me. Thank you so much for your reply and feedback. So, this incident is still under investigation, but I guess this is very sad because additional funding for United Nations has been suspended. The most vulnerable people, such as Palestinian people and people living in Gaza areas as innocent citizens, will be badly affected. So, by the way, you said United States, UK, and Canada have decided to stop additional funding. But I am Japanese, so I would like to know the response by Japanese government about this incident. So do you know and do you have any information what kind of decisions and actions Japanese government is taking or will take for this incident? You're welcome. It is indeed unfortunate that the allegations have led to the suspension of additional funding for the United Nations Relief and Works Agency, UNRWA. The most vulnerable people, such as Palestinians and people living in Gaza, will be affected by this decision. Regarding the response of the Japanese government, I do not have any information on that at the moment. However, according to the BBC, 9 countries, including the US, UK, and Canada, have suspended funding for UNRWA while the allegations are being addressed. The head of the UN Agency for Palestinian Refugees, Philippe Lazzarini, has urged the countries that halted funding to reconsider their decision. The UNRWA has opened an investigation into several employees suspected of involvement in the attacks, and any UNRWA employee who was involved in acts of terror would be held accountable, including through criminal prosecution. I hope this information helps clarify the situation for you. If you have any other questions or concerns, feel free to ask me. Thank you very much for your feedback and additional information. You said, according to BBC, 9 countries, including the US, UK, and Canada, has suspended funding. So could you tell me and clarify exactly which countries is among that 9 countries, apart from United States, UK, and Canada? Japan is included in that list of 9 countries already decided to suspend fund for United Nations in this case. You're welcome. According to MSN News, more than 8 countries have suspended funding to the United Nations Relief and Works Agency, UNRWA, while the allegations are being addressed. The countries that have suspended funding include the US, Australia, Canada, Italy, Germany, Finland, the Netherlands, Switzerland, and the UK. I do not have any information on whether Japan has decided to suspend funding for UNRWA. However, I can look up more information if you would like me to. All right, thank you very much. And it was very fun time to chat with you in English. As I said at the beginning, this is one part of practice for me to improve English speaking skills. So, do you have any advice for me to improve my speaking ability in English much further?
I've tried to implement what you said as advice, such as pronunciation, rhythm, grammar, or like that. So if you have any advice or opinion, please tell me about my spoken English. You're welcome. I'm glad that you enjoyed our conversation. It's great to hear that you're practicing your English speaking skills. Here are some additional tips that might help you improve your spoken English. Listen to English audio. Listening to English audio, such as podcasts or audiobooks, can help you improve your listening and comprehension skills. You can also practice repeating what you hear to improve your pronunciation. Speak with native speakers. Speaking with native speakers can help you learn the natural flow of English and improve your fluency. You can find native speakers to practice with through language exchange programs or online language learning communities. こんな感じでデモンストレーションしてみましたけれども、このマイクロソフト、コーパイロットを使うと無料でいつでも好きなところで、いつでも好きな時間にですね、たくさん英語で話しかけて、英語を話すっていう練習ができますので、これを続けると、どんどん日本人が苦手と言われているスピーキング力、アップしていくことができると思います。このインターネット、このチャットを使うとですね、いつでもどこでも練習できますので、本当に時間に縛られず、費用に縛られず、どんどんと英語力、情報力伸ばしていけるんではないでしょうか。いいなと思った方は、ぜひですね、一度このマイクロソフト、コーパイロット、スピーキング練習をしてですね、こうだったよ、こんな感じでした、みたいな感じでコメント欄にですね、コメントをいただいても、嬉しいので、ぜひ練習してみてください。さあ、いかがだったでしょうか。時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュース。世界の真実、一体何が起こっているのか。国連職員がですね、10月7日、イスラエルをハマスが攻撃した、その攻撃に加担をしていたという情報がどんどん出てきているということで、世界中がですね、の国、アメリカ、イギリス、キャナダ、そういったところが、この国連、パレスチナ人、そしてハマス、ガザですね、ガザ、支援をしている、追加の支援をですね、ストップしているという、こういう事態になってしまっているというような情報をですね、英語を学習しながら、しっかりと情報力アップできたのではないでしょうか。引き続き、英研究家事チャンネル、英語学習に使える動画、そして情報力アップにつながる動画、どんどん上げていきますので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。一緒に英語力、情報力、どんどん上げていきましょう。英研究家事チャンネル、いいなと思った方は、ぜひ忘れずに高評価ボタンのクリック、お友達へのチャンネルのシェアなんかもよろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could learn a lot of new English vocabularies and expressions as well as very important information from this NHK World News. I hope you will check my next video as well. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.